グータラズです。今日はね、Kバス友の会ボリューム3、父ちゃんのアクティだね。ハイリフトアクティ。フォーグがね、もう見てこれ、もう感つけちゃって、ダメだよね。もうこっちなんか瀕死だもん。もうちょぼーっと1個だけついてる。なんでね、もうこれ買いたいってことで、父ちゃんがなんか Amazon でね、見つけてきたんだって。これがいいってさ。なのでそれをつけてみようってことで、作業を始めたいと思います。ただつけてもね、フォームただつける動画になっちゃうんで、今回はこれ防水をね、しっかりやってみようと思って、みんなこのね、大陸産のフォームつけてる人わかると思うんですけど、水すげえ入らない。で、すげえ水すぐ入るやつと、全然水が入らないやつとってなんかあるよね。同じものでもさ、すごい水入るのと入らないのがあるんだよね。なので、これ2500円ぐらいだったっけな。2500円だったんで、安いんだけど、ね、なんか水を入らないように加工してからやろうと思って。ね、ほら、ここだとね、ほら、水入るんだよね。絶対入るよね。ほらね、これ絶対入るんだよ。なので、この内側の、この内部っていうのかな、ここ、ゴムのパッキンがあるんだけど、ゴムのパッキンがあるんだけど、これもね、コーキングでコーキングしてからパッキンやってってやっちゃおうかなと思って。そうすると水の侵入いくらかでも防げるかなと思って。入りそうだよね、構造的に。これ入るだろうな。やっても入るかもしんない。けどやらないよりはいいんじゃねえかと思って。2500円だからまた買ってもいいんですけどね。つけてすぐ2、3日水入ったって言ったらまたショックじゃん。結構そういうのあるから、本当に。この大陸産のものってさ、すごいね、いいんだけど、なんて言うんだろう。そういう、この防水だとかはね、全然全くないよね。防水って書いてるけど、どこが防水だよと思うとこいっぱいあります。なのでね、ちょっとコーキングで防水施工してみましょう。表側、レンズ側もね、これ隙間ががっつりあるんですよ。隙間じゃないよ、本当に。溝があるから。これ絶対入るだろうと思って。なので、その溝を埋めます。なのでね、レンズにつかないようにコーキングしっかりしてあげましょう。コーキングじゃねえや。マスキングだ。で、コーキングするときマスキング大事ですから、マスキングと充填ね、前も言ったけど、この2点さえね、しっかり注意しておけば、綺麗にね、そして水も入らないように仕上がりますんで、必ず充填とマスキングを見て、この線、この状態で来たんだよ。ボッソボソ。線ボッソボソだった。すげえなと思って。ここでしょ。ここもコーキングする。このほら、ギンギン見えてるでしょ。あそこね、開いてんだよね。開口部になってんの。開口してるから、あそこも埋めちゃおうと思って。コーキング自体ね、200円とかで売ってるんで、プラス200円でこれが防水できるんであれば、ちょっとは安いかなと思います。でね、まずは中のここだね。ゴムパッキンがちょうど、こう、くっつくところ。ここもね、やっちゃいます。で、この LED のフォングなんですけど、もう半分以上がもうヒートシンクになってます。熱持つんだろうね。やっぱり熱持つから、そこ熱逃がすために、アルミのボディでヒートシンクになってるんで、そこはコーキングつけないように、この内部の侵入のところだけ、内部が侵入しそうだなってところだけをコーキングしてあげます。ここはね、がっつり埋めちゃった。もりもりで埋めちゃう。でね、蓋閉めてあげましょう。蓋閉めるとね、若干外に漏れ出てくるとこがあるんで、そこはね、指でちょちょって押してあげてください。サイズはね、小さくなって、やっぱね、すっきりすると思います。前のやつちょっとでかかったんでね。でかいのもかっこいいよね。
四駆だとさ、やっぱドーンってでかいのもいいよね。でもでかいの高い。しかも軽だからね。これでいいんじゃねえかって話で。で、反対側もね、やってあげるんですけど、反対側が線がついてるんでね、この蓋は全部取れないです。なのでね、ちょっと注意しながらやりました。でね、ここもね、きっちり蓋を閉めてあげてください。これね、俺結構ね、閉めすぎてね、結構ネジバカするんだよね、俺ね。たまにやる。でね、表側、最後は表側だね。表側のね、溝を埋めてあげましょう。ここにがっつり溝があるの。ここにたっぷりとね、もうなんていうのかな、流し込む感じです。コーキング流し込む感じでたっぷりね、入れてあげます。で、四方ぐるり溝があるんで、そこを全部こう溝をね、埋めてあげましょう。ぐるっと一周しちゃいます。ほら、見えるかな？溝がね、あるんだよな。で、あとはね、大事な充填してあげましょう。この充填、コーキングの場合大事ですから、しっかり充填してあげてください。指でやってますけどね。めんどくさいから指やっちゃった。充填っていうのは、なんていうのかな、この隙間にコーキングを埋め込んでいく作業。コーキングって上にこう乗ってるだけだと、あまり効果がね、ないのでね、この充填っていう作業ね、きっちりしてあげてください。でね、マスキングはね、乾く前に取っちゃいます。結構早めに表面が乾いちゃうんで、そうすると汚くなっちゃいます。なので、充填が終わったらすぐね、マスキングは取ってあげましょう。で、若干ね、レンズについたりするんで、その辺はパーツクリーナーとか、ちょっとね、ウエスにつけて、パーツクリーナーちょっとウエスにつけて拭いてあげると綺麗になります。ね、マスキングと充填、これをね、しっかりやると綺麗に仕上がりますんで、これでどれぐらいのね、防水になるのかな。つけたばっかりなんでね。今後どうなるか、ちょっと防水してからのレビューね、1ヶ月、2ヶ月やってみたいと思います。でね、以前のフォグ取りましょう。もうね、硬くてね、錆びついて硬くて取れんかった。なかなか取れない。すすけちゃうとね、やっぱり車古く見えます。キャンピングカーもそうだったね。古く見えるからね。ほら、こんなに粉吹いちゃって。これもね、どんどん取ってあげましょう。で、ステーがついてて、ステーががっつり錆びてたんで、このグリルガードに、この錆びがね、移っちゃってね、拭いただけでは取れないです。なのでね、ワイヤーブラシでこすってあげました。そうするとね、意外と綺麗に取れますんで。アルミなんでね、気にすることなく、無地のアルミなんでね、どんどんね、削っちゃいました。でね、サイズがちょっと小さくなるんで、今まで両端についてたんですけど、ちょっと真ん中に寄せます。そう、1個だけっていうか、グリルガードの1個分だね。あそこにちょっとね、新しく穴を開けて、そこにつけます。アルミなんでね、ガンガン削れちゃいます。って言ってもこのグリルガードはあんまり意味なさねえんだよね。そんなもんね、格好でつけてるから。パジェロイオのグリルガードだっけな、これな。確かそれだった気がする。それをね、無理やり加工してつけてます。でね、フォグにステーンもね、付属されてるんで、それをつけるだけです。固定してあげて、であとはね、既存の配線に、また配線ね、切って配線し直すだけです。非常に簡単です。これね、パパッとね、終わらしちゃいましょう。
どうでしょう。前よりサイズダウンしてなんかすっきりしましたよね。前ちょっと丸っこかったんで、今度はね、角張ったフォグで、すっきりしました、かなり。レンズのすすけもなくての明るい。これめっちゃ明るかったんですよ。日中でもめっちゃ明るくて、1800ルーメンだって。結構明るいよね。やっぱり、ね、レンズのすすけがないと車新しく見えます。キャンピングカーもそうだったね。すすけてっと古く見えるから。ね、明るいよね。すごい明るいんです。父ちゃんがね、釣りに使う車なんですよ、これは。釣り用の車。釣り道具いっぱいついてるんですけどね。朝早く釣りに出かけます。だからね、暗くなっちゃって、フォークが暗いってことでね。で、今回直しました。新しくフォークつけました。でね、防水加工してみたんで、1ヶ月、2ヶ月経ったぐらいに、またね、どうなったか皆さんにお知らせしたいと思います。こうやってね、大陸もんはやっぱり防水とか効いてないのが非常に多いんで、結構やってみてね、防水の加工は結構効果があると思うんですけどね、どうなることでしょう。ということでね、本日の動画、ここまでになります。ただ単にね、フォークつけただけってなっちゃったけどね、防水加工、これがどういう風なね、効果を発揮するのか、楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。